じゃあ、第2部、あ、始めましょう。はい。お願いします。はい。そうですね。何個か紹介できなかったやつがやっぱりあったんでいいですか、紹介しても。ぜひぜひお願いはい。します。今までその、つなぎ方の幾何学的な話をしてたんですけども、うん。その線自体のスタイルも結構いじりようがあるなと思ってて、で、個人的になんか、その、点線でつなぐの大好きなんですよ。ー、点線で。そっか、そっか、必ずしもそうですよね。はい。決まってる線じゃなくてね。そう、大体実線だけでつなぐと、ジェネラティブっぽくなっちゃうんで、うん。点線つなぐと結構いいっていう。で、これ全然やり方は簡単でして、うん。あの、とりあえずちょっとサブネットを整理しますね。はい。はい。皆さこういうんもフラッシ風な、ュしないようにこまめに保存ですよ。はい。いや、僕結構、多分 Mac かつハッキントッシュで使っているというのもあり、かなり、フーディニが不安定なんですけどあ、も、そうなんですよ。バはい。クさんはハッキントッシュを使用されてます。はい。ハッキントッシュ、舐めてる感じがしてすごい楽しいです。はい。で、こういう感じで2点がある状態に整理してやろうと思うんですけど、はいね。はい。はい。こいつを単にうん。サンプルして細かく分割してやって、で、今、全体で1個のポリラインになってるんですけども、それを、えー、パートラインでこう2点をつなぐうん。こうポリラインにこういうふうにこうばらしてやった状態で、そんなんできるんですか？すごい。はい。で、コンバートラインってそういうノードなんで、えー、で、この状態で、偶数番目もしくは奇数番目のプリミティブをまるっと削除してやると、そうん。のまま変線になってくれるっていう。で、これはあ、そのパターンマッチングで、全部のプリミティブの2つおきに消してやるっていう感じで、ブラストノードで消してやると、うん。こんな感じでこう、可愛い点線が出来上がるってうん。いう。で、ウェブとかやってる方わかると思うんですけど、SVG とかで、ダッシュドラインっていう、その、プロパティがあるんですけども、要はその、実線部分、間隔部分、スペース部分、実線部分、間隔部分っていう感じで、数値をこう、スペース区切りで打ってやると、好きなこう山折り線、谷折り線みたいな点線が作れるみたいなプロパティがあるんですけども、一応なんか僕、それがフーディニでやりたかったんで、こういうダッシュドラインっていうサブネットワークを作ってやったんで、違うか。これ関係ないですね。すいません。ダッシュドラインっていう、フーディニのアセットを一応このサンプルファイルからリンクできるようにしてあるんで、ちょっとこれ使ってみてください。こいつにつないで、で、えっ、と、今4、1ってなってるんで、実線部分とスペース部分が4対1になってるんですけども、例えばこの状態で4、2、1、2ってやると、こう谷折り線みたいな、こかわいい。ういうあ、感じのがなるほど。これ、できて、順番に幅、はい。つなぐ、開けるの。つなぐ、つなぐ、開ける、つなぐ、開けるっていう感じで。で、こいつを、このダッシュドラインを、先ほどの、このうん。ワイヤーフレームの間に挟んでやると、結構見た目が、楽しい、絶対。あ、すごい、かすれてるように見える。結構可愛かく見えるっわいい。ていめっちゃうかわいい。のと、あともう一個、個人的に好きなのは、好きな、もう本当にこれは好みの押し付けなんで、好きなのはとしか言えないんですけども、よくこのワイヤーフレームの端っこに点を追加するじゃないですか。はい。ちょっと具体的にやってみると、コピートゥポイントで、このワイヤーフレームの先々に、サークルをこういう感じで追加してやると。うん。で、こいつとこいつをマージしてやると。こういうのよく見たことありますよね、これ。はい、あります。これもちょっと一工夫してやるだけで可愛くなるっていうか、今、ここに見えてるのは1個の
丸だと思うんですけど、こいつをこう2つ重ねてやるんですよね。だから今1個なのを2つにしてやって、はい。で、もう1個目の円をちょっとちっちゃめにしてやるんですよ。こういう風な感じで。なるほど。めっちゃ可愛い。はい。で、かつ、少し Z 軸方向に前面に出してやるんですよ。で、元々の円が一回り大きく残ってるんで、こいつの色を例えば背景と同じ黒にしてやる。カラーノードを追加して、こいつの色を黒くこういう風な感じで染めてやると。で、今背景にと同じ色なんで何も見えないんですけども、ただ単に点をコピーする代わりに、この二重になった円をコピーしてやった状態でワイヤーフレームの上に乗っけてやると、ちょっと待ってくださいね。でちょっと前面に押し出してやると、こういう風に。じゃあ、開くんや。可愛い。なんか、鉄道の路線図みたいな、可愛いのができるっていう。可愛いです。で、これっていうのは、まあ、3D で見てやると仕組みは簡単なんですけど、背景が黒なんで見えづらいんで、ライトにしてやると、こういう風な感じで、こう一回りでっかい黒丸と、一回りちっちゃい白丸を正面から見ると、こう欠点と、円が少し間隔を置いて離れて見えるっていう。かわいい。個人的に好きで、で、最近その、フーディーニで、こう、パラメトリックに動くロゴっていうのを作ってみたんですけども、ここもフーディーニなんですけども、こっち側の図もフーディーニなんですよね。で、これよく見てもらったら、本当だ。線がそのまま点にくっつくんじゃなくて、若干ギャップを置いてくっついてるっていうスタイルにしてるんですけども、このプロジェクトファイルがこれでして、同じ方法をとって、一回りちっちゃい円をこういうふうに重ねて、真正面から見ると、ちょっと待ってくださいね。セット。こういうふうに感覚があって、若干こう、一筋縄ではいかないグラフィックっぽく見えるっていう、そういうチップスでした。なんか 2D に見えるとはいえ、その Z 軸利用してこういう見せ方するっていうの面白いですね。そうですね。だから 2D グラフィックスのレイヤーの重なり順をそのまま Z で作ってやるっていう使い方が個人的な楽しい。好きなやつです。これはみんな好き。めっちゃ楽しい。もうワイヤーフレームの見せ方だけでも無限に遊べるんで、ぜひなんか皆さん面白いつなぎ方を見つけたら教えてください。教えてください。はい。で、そういう感じでいろいろ話は戻って、で、なんかこのチャプターっていうか、こっち側で話したいのは、なんか配色のことでして、配色って結構ジェネラティブな人ってなかなか悩むかなと思うんですけども、なんか個人的に好きな配色方法が写真から色をサンプリングするっていうことだったりします。で、個人的にUV ベースドカラーリングって頭の中で呼んでるんですけど、要は多分 UV これ見てらっしゃる方全員知ってると思うんですけども、まあ簡単に言ってしまえばただポリゴンにテクスチャーを貼るっていうそれだけなんですけども、だけどもその結構ジェネラティブアーティストが好きな配色方法の一個がそのカラーパレットを数個用意してそのカラーパレットを切り替えながらこうカラーリングしていくっていう方法だと思うんですけども、まあ、それだと結構なんていうんですかね、こうカラーパレットの色の絵の具をまんまこうベタッと塗りつけてくるみたいな単純な配色になっちゃうんですよね。で個人的にはなんていうんですかね、こう色をこういうふうにこうパレットに出して、これをぐにゃーってこうお互いにこう溶けさせて、この中間色とかもなんていうんですかね、ランダムに取り入れていくと結構配色が有機的になりがちだぞっていう経験則があって、でそういうそのカラーパレット、その色をこう混ぜ合わせてサンプリングするためのカラーパレットを
まあ、適当な画像からこういうふうにこうコラージュしてやって、で、ぐじゃっとこう、ディスプレイスメントエフェクトとか、ブラーエフェクトとかをかけて作ってやったものをベースに、それをこう普通にポリゴンに貼ってやると、こういうふうな可愛い配色ができますっていう、そういう話です。なるほど。カラーパレット、そっか。なんか、ソフトウェア上で作るっていうかもう、リアルから持ってきちゃって。はい。なるほど。めっちゃ面白いです。だから確かに。多分、一番単純な配色方法は、RGB それぞれをランダムに指定してあるっていう方法だと思うんですよ。確で、かに。例えばですけど、こういうふうなポリゴンがあります。こういうふうな、ちょっと色ついてるな、これ。で、ちなみになんですけども、フーディに行って、なんていうんですかね、そのポリゴンごとに CD っていう名前のベクトル型のアトリビュートをつけてやると、それがそのままポリゴンの色になってくれるんですけども、カラーノードで付け加えられるんですけども、こういう感じで。で、今これ見てもらうと、CD アトリビュート追加されている状態ですね。で、デフォだと、今こういう風な赤パッチリで見えてるはずなんですけども、デフォだとちょっとくすんで見えるはずなんですよ。で、そうですね。例えば、どんな感じで見えてるかな。こんな感じで見えてるんじゃないですかね。多分、皆さんの画面だと。真っ赤で設定したはずなのに、なんか色がくすんで見えるっていう。で、これはそのライティングが効いてるからなんですけども、ライティングを完全にオフる方法があって、で、一番手っ取り早いのは、このライティングをディザブルライティングにしてやるっていう方法なんですけども、これでもちょっと色がくすんで見えるんですよ。でこれっていうのは、そのディスプレイオプションのマテリアルタブのデフォルトマテリアルのディフューズっていうところの色がグレーになってるからで、このディフューズカラーと、CD アトリビュートを掛け算した結果がビューポート上の色になってしまっているからなんで、今0.4がそれぞれかかってしまって少し暗く見えてしまうっていう。なんで、その、CD アトリビュートの色をまんま綺麗に見せるためには、こいつとりあえず1に全部設定してやる。ただこれもちょっと実はよろしくないところがあって、で、今回その外部レンダラーとかマントラとかを一切使わないで、ビューポートの見え方そのままをプレビューとして書いてあるっていう方法でグラフィック作っていくんですけども、その時に使えるロップス、そのレンダリングオペレーターが、ロップスを作ってやって、OpenGL ロップなんですけども、OpenGL ロップでこのビューポートをまんまレンダリングしても、このデフォルトマテリアルのこの値って無効になって薄グレーになっちゃうんですよね。今これでやってみるとわかるんですけど、レンダーとして、こういう感じですね。また色がくすんで見えてしまうっていう。なんかこれを完全に、ビューポート上でも真っ赤に見せて、OpenGL ロップの出力結果も真っ赤に、その色がそのままに見せるためには、ちょっとやり方がありまして、で、それっていうのは、ごめんなさい、めっちゃ個人的に質問なんですけど、このビューポートで見えてるやつをそのまま、書き出すのに、その OpenGL っていうオペレーター使うってことですか？はい、そうです。了解です。ごめんなさい。あんまり多分使ってる方いらっしゃらないと思うんですけど、僕はだいたい OpenGL ロップばっかし使ってます。何か施す系なのかなと思ったんです。レッドシフトか、そうですね、そういう感じで。で、それが、マテリアルネットワーク作ってやって、で、マテリアルパレットっていうのが、ウィンドウメニューからあるんですけども、この中にコンスタントっていう、プリセットがあるんですよね。こいつを使って、こいつをドラッグして、で、こいつをここに適用してやると、もうそのライティングの有無関係なく、そのジオメトリのマテリアルが、そのライティングが無効になってくれて、なおかつさっきの OpenGL ロップで書き出した時も、そのビューポートの見え方がまんま画像として出てくれるっていう、そういう方法なので、ちょっと皆さん、
やってみてもらえたらと思います。で、ディフューズも1にしてコンスタントかける。いや、もうディフューザーもこの際関係なくなりますね。そうですよねコンスタントを使うと。だからここをもうどんな色にしようと、コンスタントマテリアルを適用したジオメトリっていうのは、このデフォルトマテリアルの値を無視してこの色になってくれるっていう。はい。はい。ありがたいオペレーター。ありがたいオペレーターなんですけど。で、この状態で、ちょっと話を戻してやって、こういうふうな三角形のジオメトリがあったとして、一番単純なのは、こういうふうな感じで、その頂点ごとにランダムな値を。かわいい。こういう結構見たことはありますよね、こういう感じ。見たことあるかわいい。見たことあるけど、好き。好きっちゃ好きみたいな。僕も好きっす。こういう感じで、こういう感じのありますよね。こういう感じで、かわいいなっていう。っていうのは、なんかこのやり方もありなんですけど、その個人的にはもう、これを代わりにテクスチャーを貼ってやる方が好きでして、さっき言った通り。で、普通にポリゴンに対して、UV テクスチャーをつけてやって、で、UV を追加してやると。で、これちょっと今どういうふうな UV が追加されたか見えづらいんで、ここで to views stack のをオンにしてやって、2つのビューポートを出してやった状態で、下の方を UV ビューポートにしてやると。で、この状態で、プロジェクションアクシスが Y になってるんで、これ X、Y に対してプロジェクションするためには Z にしてやらないといけなくて、こういう感じの UV がポリゴンに貼られたことになります。はい。で、ここに対して、適当な画像を追加してあるんですけども、先ほど作ってもらったこのコンスタントノードのサーフェイスのところにカラーマップっていうのがあるんで、ここから適当な画像を指定してあると、それがポリゴン上に貼られます。すごい。コンスタントってオペレーターにその入れた画像をコンスタントにしてくれるやつあるんですね。そうですね。なんかこれ自体はただのプリセットなんで、一応テクスチャを追加するパラメーターもここにあらかじめ用意されてるっていう感じですね。はい。はい。で、この画像の作り方は後ほど解説するんですけども、若干作業しやすいように、この今 UV のプレビューがただのグリッドになってるんですけども、これをこの貼ったテクスチャに設定してやる方が個人的に作業しやすいかなと思います。で、ディスプレイオプションの、バックグラウンドの UV のところに背景画像を指定できる箇所があるので、それを先ほどここで設定したカラーマップと同じ値をここにペーストしてやると、UV ビューのところでも画像が見えてくれるっていう。ここで不透明度が変えられるんで、わかりやすいですね。でちょっと濃いめにしてやって、だから今 UV がこういう風な感じで入れてるんですけども、これを普通に UV をちょっと赤っぽい配色にしたいなと思ったら、もうまんまこういう感じで赤いあたりをこうサンプリングしてやると、ポリゴンが赤くなってくれるっていう。めっちゃ楽、すごい。楽なのにすごい可愛い。これ結構いいのは、後で全体のグラフィックの配色をこう調整したいなってなった時に、このオリジナルの、待ってくださいね。オリジナルのこういう画像があると思うんですけど、こいつに対して色調補正を加えてやれば、そのディスプレイ、画面上の配色も自動的に置き換わってくれるっていう。そうですね。例えばこれでアジャストカラーで、例えばここでちょっとコントラストをちょっと上げたりとか、サイドもう少し上げたいなと。これ自体はただのプレビューアプリですね。違う。これが、もう一回入れ直す。そうですね。これを保存して、上書き保存してやって、その状態で、テクスチャーのリロードってやってやると、ちょっと色が反映されてくれるっていう。6。こういう感じでなんか、最終的にできた絵に対して、
その元のテクスチャを配色、カラーグレーディングし直してやれば、グラフィック全体のカラーグレーディングを済んでやるっていう。なんか結構、WebGL とかでも結構、こういう配色方法楽だったりするんで、僕はよく使ってます。なんか基本的な考え方として、その、頂点に対して色を直接付加していくんじゃなくて、あくまで UV を付加してやって、であとは普通にテクスチャを貼ってやるっていう、なんかそういう考え方で配色をしていくと、なんていうんですかね、サンプリングした元が一貫性、色に一貫性のある画像だったりするんで、その全体のグラフィックの配色も、一貫性が出やすいっていう、そういう考え方ですね。だから、もう一個例を挙げて言うと、こういう、スフェアがあるとするじゃないですか。こういう感じで。で、わかりやすくするんだとすると、アトリビュートランダマイズで、こういう感じで、頂点ごとに直接色をランダムに配置していくのもありなんですけども、その色の代わりに UV を追加してやると、いい。こういう感じのキモくなる。いいキモさ。はい。で、今、これはあまりにも UV がばらけすぎちゃってるんで、UV トランスフォームっていう便利なノードがあるんで、これはそのトランスフォームノードの UV 空間版ですね。そのポイント、普通のトランスフォームノードっていうのは、そのジオメトリを直接こう潰したりとか、移動させたり回転させたりってやってくれるんですけども、UV トランスフォームは、ジオメトリそのものには影響を与えずに、今度こちらの UV 空間上でトランスフォームが加えられるっていう。ノード分かれてるんですね。そうですね。今上をフロンタルビュー XY 平面にして、下半分を UV プレビューにしてるんで、こういうふうな見え方ですね。で、この下の方で、UV をちょっとシアン系多めにしたいなってなったら、シアンの方にこうずらしてやって、でちょっとグラデーションをつけたいなってなったら、このシアンからこの象牙色みたいなところにこうまたがるように、こういうふうにこう UV を変形させてやると。すると、なんか結構いい感じになる。いい感じになるとしか言えないですけど。どうやって作ったんかのすごい出てきます。結構好きな配色です。で、もう一癖加えるんだとしたら、今そのポイントごとに UV があるんで、すべてのポイントは同じ色になるんですよね。で、そうじゃなくて、ポイントではなく、ちょっと待ってくださいね。このピンク色の丸、この頂点ごとに UV をさらにずらしてやると、もっとなんか可愛い見え方になるっていうか。なるほど。で、そのやり方っていうのは多分、もう、慣れている方は説明しなくてもいい気はするんですけど、今 UV がポイントのアトリビュートになっているのを、アトリビュートプロモートノードで、バーテックスにしてやって、で、そのバーテックスにした状態で、アトリビュートランダマイズ、先ほどこれ UV を生成するのに使ったノードと同じやつですね。アトリビュートランダマイズを追加してやって、で、アトリビュートクラスを、バーテックスにしてやって、で、今、その元の UV を無視してるんで、オペレーションをセットバリューではなく、アッドバリューにしてやる。で、その状態でこうグローバルスケールをこう変更してやると、若干こう、めっちゃおもろい。屈折したような見え方になってくれるっていう感じで。なるほど。なるほど。多分、大丈夫ですかね。大丈夫だと思います。ごめんなさい。さっきの頂点に、頂点に、バーテックスランダマイズ。そうですね。まずそのポイントごとに、UV をランダマイズさせてたものを、一旦、バーテックスアトリビュートに
はい。変換してやるんですよね。はい。ちょっと見る。で、その状態で、さらにそのバーテックス UV に対してうん。ランダムに、ずらして、あ、ずらしを入れてやることで、うん。この一つの頂点に集まる色っていうのは、ポイントに集まる色っていうのは全部同じだったんですけども、うん。それをバーなテックスるほど。でやるからランうん。ダマイズかけることで、若干こういう風な感じで、理解です。推奨みたいな、水晶みたいな。すごい、なんていうんだっけど、ステンドグラスみたいな。プラスみたいかな、わいい。こういう感じで、なんか、シャトランも大丈夫そうなんで、よかった大丈夫です。めっちゃかわいい。感じで、なんで、そのカラーパレットベースじゃなくて、UV ベースでカラーを与えてやると結構広がりますよっていうのをなんかお伝えしたかったっていう感じですね。うん。なんで、まあ、これはまあ、その方法でちょっと配色したやつ、見たやつなんですけども、なんかその UV の当てはめ方とかも工夫次第で、こういう風な、いい、なんか、ちょっとモニョモニョしたものを加えられたりとか、ああ、るいは、これ、なるほど。はい、ポリゴンじゃなくて、メッシュにした。そうですね、そのポリゴンメッシュかポリゴンかってそのスフィアノードにそうですよね。オプションがあるんですけども、それはただ単にどっちともポリゴンなんですけど、そのポリゴンの貼り方を、うん。三角形にするか、はい。その地球儀の緯度経度みたいな感じで貼ってあるかの違いですね。うん。で、なんとなく緯度経うん、度にした状かわいい。態で、その UV をうまい具合に貼り方をこうランダマイズしてやったりとかすると、感じのグラフィックができて楽しいですっていう話です。なんて言ったらいいんだろうっていうけど。なんて言ったら、だからすごいな、個人的には中二心がすごいくすぐられるところが。非常に感覚的な話で申し訳ないんですけど、この状態でこういう配色してああ、めっるとちゃいい。可愛いなっていう。かわいい。で、こういう感じでグラフィック作ってるアーティストもすでに結構いまして、はい。誰でしょう。皆さんご存知かもしれないですけど、マイケル・ポール・ヤングとかうん。かっで、こいい。ビジュアルアーティストとかは結構こういう画像ベースにしたグラフィックを作ったりしますね。めっちゃかっこいい。この方もフリーに使ってることですか？あと何使ってるんですかね、いまいちわかんないんですけど、うん。とか、でも、今までお話しされてきたような、なんかもう細かな工夫を重ねてこれになってるような気がすごいします。すごい。カラーパレットがその RGB とか原色バッチバチじゃなくなるだけうん。で、個人的にはなんか、なんていうんですかね、これはどうやって作ったのかいまいちわからんっすね、みたいな、うん。その、つかみどころのなさっていうのがグラフィックにこう、うん。醸し出すことができると思ってて、だから、僕、この方の発音を何て読むかわかんないんですけど、ナタリア、スターク、どこのスペインの方ですね。スペインの方ですね。ナタリア・スターク、2年ぐらい前にラフォーレ原宿で展示でやってたんですけども、ショーノさんのキュレーションで、この方とかも結構目ののグラフィックとかをこう貼って、でそれをさらに、カラーグラ、えっ、と、なんですかね、カラーグレーディングを加えてやって、こういうふうな、こう、ある程度コントロールは効くんだけども、ベースがこういう実写なんで、うん。メモ。いい感じのランダムさっていうのがグラフィックの中に出てくれるっていう。うん。これもなんとなく最初にその原則として挙げた中で、そのランダムさって別にそのプロセッシングとか、あとフーディニのランド関数からしか取っちゃいけないっていう決まり事はないんで、うん。そのランド関数の代わりに適当に取った画像と座標を与えてやることで、色にランダムさを与えてやるっていう方法も個人的になんか、その見た感じの見た目をこういかにもこうデジタルっていうか、ジェネらしく見せない一工夫としてありなんじゃないかなといや、めっちゃ面白い。思ってます。はい。で、そういう感じでいろいろこ
配色をした結果がこのエグザンプルのこの T ビジュアルになるんですけども、これも全部この1枚の画像だけから配色をしてる感じになります。なんか全然違って見えますね。聞いた後だと。僕もあんまり、これがこれになるのかみたいな感じで、ちなみにこの背景になっているこの背景色もおそらくは多分この辺りからサンプリングしてるんじゃないですかね。そうですね。そうですよね。なんかパッとこの正方形見た感じだと認識し得ないのも存在してて多分。すごい面白い。楽しいっすよっていう。だからもう例えばカラーバリエーションでもこの全体のこの色をまるっと変えたいなってなった時に、このテクスチャの適用するテクスチャを丸ごと変えてやれば、例えばですけど、僕がこの5年ぐらい VGS 素材に使っているクリエイティブ業界の忘年会の写真があるんですけど、すごい、この前にはゴーストライターの新垣さんでしたっけ、ピアノ、まあいや、なんかセレブリティがいるんですけども、なんかこの画像を適当にこう、なんだろうな、そのグラデーション、カラーパレットを作るために画像をまんまそのまま貼ってしまうと、あまりにも画像しすぎちゃうんで、例えばこの状態でこう貼ってやると、これはこれでかっこいい。いい感じに見えた。めっちゃいい。なんかちょうどよく差し色みたいな紫あったりとかいいそうですね。意外と良くなっちゃったんで、あんま説明することなくなっちゃったんですけど。良くない場合。なんかどんな画像でも結構それっぽくなってくれるんですよね、この方法を取ると。この元になった画像も、近所で撮ったなんか可愛い色のなんかプラスチックのだんだんと、あと近くで新金がオープンして、その時の新入社員が集合写真撮っているところをこういう風な感じでいい感じの場所をえりすぐってコラージュしてやったやつをグニャンとさせただけで結構いい感じのカラーパレットとして聴いてくれるんで、めっちゃ面白い。もしくはもう本当自分が好きな作家さんの Google の検索結果とかをカラーパレットにしたって多分いい気がするんで、完全にパクリになっちゃうんで承諾は取らないといけないと思うんですけど。確かに。こうやってこういう風にビジュアル化されるとパッと見分かんなくても自分この写真使ったっていうのをなんか持ってんのすごいいいですね。裏ストーリーとして。そうですね。だから結構適当なジャスコとかの服の売り場とかでいい感じの陳列棚とかあったらカラーパレットとして写真撮っといてそれを使ってグラフィック作ったりとかしてます。めっちゃいい。お買い物するとき、この売り場カラーパレットにすると良さそうって思って見て歩く。で今投稿しますけど、この fd.back89.com っていうサイトを何年か前に作りまして、でそれはそのフィードバックディスプレイスメントっていう個人的に命名しているテクニックをこういうふうに画像に適用してやるっていう。めっちゃいい。画像をまんま使ってやるとあまりにも画像感が強すぎるときは、例えばですけど、この画像を、このさっき貼った URL のサイトにドラッグしてやって、で、これ。チャットに貼りましたか？はい。チャットに貼りましたか？はい、チャットに。出てないんだよ。なんでだろう。信号機調整中。なんか個人とかそうですね。神田さんが言う通り、信号機調整中って書いてありますね。そうですね。チャット欄に貼ってありますね。この方。なんで私見えないんだろう。皆さん見えてますか？ fd.back89.com なんですけど。
まあ、なんか、各々好きな方法で画像をこういう風な感じでこう変形させて、ぐにゃんと変形させて、で、セーブってやると、これ保存されてくれるんで、この保存された画像をテクスチャとして使ってやると、もう少し、まあ、こことかさすがに服の柄が見えすぎちゃってるんで、fb.back89.com みんな見れます？なんか無効な URL ですけど。見えない。あ、本当ですね。ここ、じゃあ、あれですね。ツイートした方がいいんですかね、これって。どこになんか、リンクに飛ぶと見えない。どうしたどうしたもはや、まあでも、後でも、ありがとうございまあ、はい。ます。FD. 別にこれを使わなくても、皆さんタッチデザイナーでも、Photoshop でも好きな方法でもいいと思うんですけど、こういう感じで、の画像で、ごめんなさい。見れました。あはい、りますね。OK です。作って、それをこういうふうに適用してやると、まあなんかいい感じの配色が勝手に出来上がるっていうシステムが作れるという。これはちょっと真っ赤すぎてダメですね。ああ、やっぱこれかな。これ結構いいですね。こういう感じです。はい。晴れましたでしょうか？ありました。はい、晴れてますね。よかったよかった。こ私の綴りが間違ってるだけです。れ多分一般視聴者として僕が参加してる体なんで、見れない、コメントに流れない人もいるんでなんしょう。かさっきので、そのやつ、コードも見えてなかったみたいなので、あ、なんか、YouTube チャットは、視聴者は特殊文字、URL、HTML タグなどを投稿に含めることはできない。オーナーは OK らしいので、なんか、そういう類のものを一回メッセンジャー回してください。あ、わかりました。了はい。解しあ、でも、ました。さっきのコードは多分サンプルファイルに入ってるので、ちょっと、はい。頑張って探してください。はい。続きいきましょう。感じですね。で、そうこなんだ。れで、正直に言ってしまうと、とりあえず話そうかなと思ってたこと大体話してしまったんですよ。はい。ありがとうございます。はい。だから、あともう雑多に、うん。時間が余した時用のために、個人的に好きなテクニックをいくつか紹介していこうと思うんですけど、最高です。ありがとうございます。これって第2セッションって何時まででしたっけ？あと10分、17時まで。わかりました。じゃあ、あと10分だと、あれですね、第1セッションで2点のつなぎ方っていう感じでやったんですけども、これ3点のおもろいつなぎ方っていう方法でもまた血肉に回せるというか、だから、こういう風な感じでポリゴンがあるじゃないですか。はい。で、ポリゴンを個人的に好きなのは、この外接円、ポリゴンの三角形の外接円の円弧に置き換えてやるっていう結構好きなんですよ。はい。で、外接円の公式毎回忘れるんで、その都度ググって写経してるんですけども、例えばこういう風なポリゴンをスキャッターして、トライアンジュレートして、こういう風な感じでこう、たくさん、ちょっと待ってくださいね。こう、ポリゴンをこういう風に作ってやるとするじゃないですか。はい。で、これだけ見ても多分あんま面白くないんで、こいつをこう、for each で、プリミティブごとに回してやって、この一個一個の三角形を外接線からなる円弧に置き換えてやると、かわいい。こんな感じのグラフィックになって楽しいっすよっていう。確かに、そっか、3点のつなぎ方、外接円と、あとなんかどういうのあります？個人的に、内接円でも面白いですけど、トラチェット大陸って、トラチェット大陸なんて言うんですかね。
トラチェットタイル。っていう技法がありまして、かわいい。結構ジェネラティブアートのハローワールド的な素材。これで一番よく見るのは、何ですかね、スラッシュとバックスラッシュをランダムに並べて迷路っぽい模様を作るって、よく見る。はい、よく見るやつだと思うんですけど、この三角形のメッシュを全部このトラチェットタイリングに置き換えてやると、これまたキモい模様が見えがちっていう発見を去年の末ぐらいにしまして、ちょっとハマりかけてるんですけど、まだあんまりちゃんと試してないです。ですね。かわいい。どうやったかっていうと、そのトラチェットタイリングの、そのいくつか、ちょっと待ってくださいね。なるほど。はい。何でしょうか。いや、なんかそう作るんだなっていうのが一瞬見えたんで。そうですね。グリッドがあって、とりあえず、どんなメッシュでも 2D でも 3D でもいいんで、こう、三角形のメッシュに置き換えてやるっていう操作を一回挟んでやるんですよね。こういう感じで。で、リメッシュとか使うといい感じで、ランダムになってくれるのでいいんですけど。で、この三角形一個一個に対して、3パターン。3つを全部つないでいるパターンと、2つしかないパターンと、1個だけのバージョンをランダムに、この三角形にこうピース当てはめるように置換してやるっていうふうにやると、そうですね、ちょっと分かりづらいんですけど、見えますかね、この三角形が、一個一個がランダムに置換されて見えてくれるっていう。なるほど。だからちょっと、生き残りっていうか、離れちゃってる子とかもいるんですね。これを離れちゃってるやつを一個も残さないパターン、タイルの作り方っていうのももちろんあるんで、そこはこう、各々の裁量なんですけども。こいつを、今、ただ三角形を置換してるだけなんで、ここの頂点が重なり合ってしまって、くっついてはいないんで、適当にヒューズで、パチコンとくっつけてやって、で、ポリパスっていうノードで、なるだけこう、一つなりのスプラインに変換してやって、で、ちょっとリサンプルノードで間を細かくこう保管してやった状態でスイープかけてやると、なんか、キモい形に見えてくれるっていう、個人的に好きなようです。で、すいません。何でしょうか。めっちゃいいですって言いました。ごめんなさい。そうですね。これをこう2D でもいいんですけど、3D でもよくて、ちょっと待ってくださいね。セットビューでパースペクティブに戻してやって、例えばこういう 3D のポリゴンに対して同じことをしてやると、結構、こんな感じのができて、良い。で、マージで、元の、ジオメトリとくっつけて、元のジオメトリを若干色を落としたりとかしてやると、なんていうんですかね、縄文土器みたいな感じになってて、気持ちいいっていう。本当だ。いい、すごい。なんて言うんだろう、これ。どうでしょうね。こう、ゼルダの伝説のブレス・オブ・ザ・ワイルドの美術って大体こんな感じですよね。あんまわかんないですけど、ゲームとかによく出てきそうですね。皆さんは何に見えますか？なんですかね。と
トラチェットタイリングも、まあ、やり方次第であんまりクリシェっぽくなく見えてくれるっていう。で、確かそれで作ったグラフィックが1個あって、これですね。これはその、なんていうんですかね、重なり、くたっと重なり合ってるお餅同士の表面に、こういう感じでトラチェットタイリングを貼り込んだ結果、なんかこういう感じになってくれるっていう。めっちゃかわいい。これ多分、思いついた時に、ブレス・オブ・ザ・ワイルドをようやく全クリしたところだったんで、多分、模様が思いついたと思うんですけど。はい。確かに、こういう、なんかスフィアとかじゃなくて、なんかこういうのに貼るとすごい意味深に見えていいですね。そうですね。何がしたかったのか、あんま分かってないんですけど。かわいい。トゲがかわいい。まあ、トロチェットタイルも結構展開次第で面白い方法がありますよっていうィップスでした。あ、これ面白いんで誰かフーディニーでも再現してほしいです。お願いします。トロチェットタイリングなんだけども、スケールを倍にして貼ってやると、なんていうんですかね、密度感を可変できるっていう。いい、なんか、すごい。めっちゃいい。めっちゃいいっすよね。はい。これの確かボットがどっかにあって、急にバグったかのようですごいいい。はい、この多分知ってる方もいると思うんですけども、このボット、すごい可愛くて好きです。はい。っていう感じで、第2セッション終わりですかね。ベストです。ちなみに第3セッションのご予定って何ですか？ないです。ない。じゃあ、わかった。休憩時間中、皆さん急で入ってください。はい。なかったら、いにしえにハマってたこういうアルゴリズムとかでもいいので、なんか、軽く30分ぐらい紹介してくれたら。はい、わかりました。了解です。ありがとうございます。じゃあ、10分後、17時10分にまた戻ってきてください。ありがとうございました。